ということで、前回はこの峠道を走ってバーグマン 400ABS の基本的な乗り味を確認してみました。帰りの高速道路ではこのモデルの高速巡航性能、エンジンを回した時のフィーリング、装備品、そして良かった点、ちょっと気になった点などのまとめをコメントしていきたいと思います。高速道路に乗りました。それではこのモデルのライディングポジションについてコメントしていきたいと思います。こうした大型スクーターなので、私はハンドルバーの幅はやや幅広、グリップとグリップの幅も少し離れているような印象があります。またグリップの高さについてはやや低めかなという気がしています。このハンドルバーを握ってごく自然な位置に着座すると、ライダーの上半身はほぼ直立していると言って良いと思います。シートの座面については私はやや低めであると感じています。またその点がこのモデルはとてもよくできているのですが、ライダーが足をつこうと思ってその足を下に伸ばす位置のステップフロアが大きくえぐられている関係で、このモデルは足つき性がとても良くなっています。単純に足をつくだけではなく、例えばまたがった状態で車体を取り回したりとか、そういった時に大きなアドバンテージとなることは間違いなく、この点については本当によくできていると思います。今私はご覧の通りステップボードの前方に足を投げ出すような形でライディングしています。このステップフロアの前方、斜めに立ち上がっている部分があるのですが、ステップフロアのフラットな部分から5、6センチぐらいでしょうか、ほぼ垂直に立ち上がって、そこからですね、斜め前方に向けてステップフロアが傾斜しているという形状になっています。ここ最近のスクーターではこのほぼ垂直に立ち上がった部分がなく、いきなり斜めに前方にステップフロアが傾斜しているというパターンが多くなっていて、その状態でですね、このように足を置くとライダーは常に土踏まずが浮いた状態になっている。その状態が続くと私としては結構疲れのもとになるなと感じていたのですが、このモデルは先ほど言ったような形状となっているので、このように自然に足を置いただけでライダーの土踏まずの部分にステップフロアの角が当たるようになってるんですね。これがですね、本当にフィーリングが良くて、こういった細かい部分がちゃんと詰められているというのは、いかにも鈴木らしい部分でとても好感が持てます。またですね、この足元に関して言うと、どんどん上に上げていくとこんなに足を前に投げ出すことができるようになっています。このポジションがまた塩梅が良くて、これでですね、膝がガクッとなるぐらい足を完全に前に伸ばすと、ライダーは全く力を入れることなく車体をホールドできるようになっています。タンデムシートとライダーズシートの間に明確な段差が設けられているので、それとの合わせ技という感じなんですが、とても快適な足元のライディングポジションとなっています。先ほど表示が出ていて、この先少し混んでいるようですので、ちょっとエンジンを回してみたいと思います。高速道路でも本当に余裕ですね。単気筒ではありますけれども、4バルブ DOHC、そしていわゆるツインスパークになっているので、このエンジンはこういったスクーター用としてはかなりパワフルな部類に入ると思いますが、高速道路を100キロぐらいで巡航するのはわけもないといった感じです。この状態だと右手スロットルにはまだまだ開け代が残されているので、おそらく新東名などの120キロの巡航区間でも全く問題ないのではないかと思います。また峠道でこのエンジンは存在感が大きいと言いましたが、このように高速道路に乗ってだいたい今5000回転ぐらいで巡航しているんですが、こういう状態だとエンジンの存在感はやや薄まって、グリップから感じていたエンジンが回転しているちょっとざらついた感触というのも弱まっているような気がして、高速道路の巡航はとても快適だと言えます。
電子制御スロットルなどは採用していないので、このモデルの場合、例えばこのように巡航状態で流している状態からパカッと全開にしようとすると、ほんのわずかにこのスロットルを握り直さないといけないかもしれないですね。スロットルの開け代はやや広めに取られていると言えるのではないかと思います。道路が混まないうちにコメントしておこうと思うのですが、高速道路上の直進安定性も頼もしい限りです。今日は音からもわかると思いますが、南風がかなり強く吹いていて、そんな状況の中走っていても、このモデルは長いホイールベースと、あとタイヤやサスペンションの設定もうまくできているのだと思いますが、本当に路面に吸い付くようにビシッとまっすぐ走ってくれます。車線変更してみます。一般的なスクーターと比べると大きめの前後ホイール、タイヤを採用している関係もあり、こうして高速道路の車線変更もふらつくようなことがなく、ホイールベースが長いこともあって大きなギャップを拾った時もタイヤや前後サスペンションだけではなく、ややしなやかに作られていると思われるフレームも生かして、そういったさまざまなショックをいなしてライダーに不快な思いをさせないような、そんな設計になっているのではないかと思います。峠道でコメントした通り、前後のサスペンションはかなり優秀で、スロットル開け閉めしたりとか、このように加速状態であってもフロントタイヤの接地感が薄くならないというのは本当に良いポイントだと思います。この先道が混んでいるので早めにコメントしておくと、このモデルの一つの特徴でもあるこのやや大きめのウインドスクリーン、ウィンドプロテクション効果はまずまずではないかと思います。このように上端部にかけてもやや幅が取られており、ライダーの肩口ぐらいまではウィンドプロテクション効果が及んでいるといった印象です。カウルの形状によるものと思われますが、手元の風もかなり効果的に抑えられています。グローブの上の方は風が流れているのがわかるのですが、指の部分にはほぼ風は当たっていないという感じで、この辺りのウィンドプロテクション性能も相当煮詰められているといった印象です。ただ欲を言うのであれば、私の体格であればこのウィンドスクリーンはあと5、6センチ、7、8センチかな、それぐらい高くても良かったのではないかと思います。それにしてもこのステップフロアに前に立ち上がっている部分の相当上の方まで足を投げ出してライディングしていますけれども、この体勢がね本当に楽なんですよね。こうして乗っているとまるでハーレーなどのクルーザーモデルに乗ってゆったりと走っているような感触があって、ロングツーリングも十分にできる、そんなモデルであると思います。峠道の終盤でコメントした通り、このモデルは大柄な車体のモデルではありますが、過敏な装備というのはほとんどありません。ABS がついている関係で、そのおまけ機能と言ってもいいと思いますが、トラクションコントロールがついているというぐらいで、それ以外はですね、ごくごくオーソドックスな装備となっています。そうは言ってもですね、メーターはご覧の通り豪華な二眼式、そして中央の液晶表示部には時計燃料計、そして燃費計が大きく表示されているのがとてもいいですね。そしてその下段にはトリップメーター、オドメーターなどが表示可能となっており、運転をサポートするような機能は一通り揃っていると言ってよいと思います。その他このライダーの両膝の前、右側はかなり大きな小物入れとなっていて、中には 12V の電源ソケットもあります。そして左側、この中にはバッテリーが入っているようなのですが、余った部分のスペースはこれも小物入れ、収納スペースは充実しているといった印象です。スカイウェーブの時代は確かシート下のラゲッジスペースは広大な容量を誇っていたと思うのですが、ラゲッジスペース自体はかなり小さくなっているという印象です。ただその後ろの部分の車でいうところのリアのオーバーハングに当たる部分が結構伸びやかなデザインが与えられていて、テールランプに当たる寸前までまるでホラー穴のようにラゲッジスペースとなっていて、その部分を活用することによって相当荷物が入るといった印象です。その他これがついているだけで私はこのモデルに対する好感度が爆上がりしたんですが、ご覧の通りこの部分にパーキングブレーキ、リアのホイールロックがついています。スカイウェーブの時代から比べると様々な衣装やあと装備品なども簡略化が図られているなという印象なんですが、
そんな中でもですね、このパーキングブレーキが省略されていないというのは、これはおそらくメーカーとしてもこの機能、装備が必要であると認識している証ではないかと私は思っています。いよいよ混んできてしまいましたね。高速道路が地獄のような混みようだったので降りてしまいました。このモデルの最も優れているところは 399cc というやや大きめの排気量がもたらす余裕の走り、そして峠道の冒頭でもコメントした通りエンジンに存在感があるので、どことなくスクーターに乗っているというよりは普通のモーターサイクルに乗っているという実感があり、それがですね、人によって好みは分かれるかもしれませんけれども、私は今日一日の試乗がとても楽しいと感じられました。このモデルは税込みで80万円半ばと、なかなかの金額であるわけなんですが、その割に過敏な装備は一切なく、走る、曲がる、止まる、そういった基本的な性能に関わる部分にコストが割り当てられているというのがこのモデルの大きな美点であると思います。次にこのモデルのちょっと気になるところですが、それはね、高速道路がまだ流れているうちにコメントできたのが良かったなと思うのですが、やはりこのウィンドスクリーンですね。確かにこの高さであれば邪魔になることはないんですが、もう少しこのウィンドスクリーンは長さがあっても良かったかなと思います。あとこれは細かい点ですが、このモデルは給油口がちょうどライダーのこの足の間にあるわけですけれども、でボタンを押して給油口のリッド、蓋を開けて、で中にですね給油口のキャップがあるんですけれども、そこに鍵がついているんですね。ところがですね、この給油口リッドを開けた中のスペースがあまり広くはないので、給油し終わった後にまたキャップを閉めて鍵をかけるという作業が少しやりづらいかなと思いました。甲州街道もものすごく混んでるんで、ちょうどお見せできますが、このようにね、このモデル、先ほども言った通り、足がね、本当にベタベタつくんですよね。ここ最近のモデルでいうと、もっと小排気量の、例えば 125cc クラスとか、そういったスクーターでも最近、足つきの悪いスクーターが多いなと思っていたのですが、排気量は 400cc もあるのに、足つきがものすごく良くて、こういったね、渋滞に揉まれている時というのは、どうしても足をつく回数が増えるので、普段足つきは私はあまり気にしない方ではありますが、こういった状況になるとやはり足つきがいいというのは絶大なメリットがあるなと思います。あとこのような一般道を走っているとより感じられることですが、このモデルは峠道でもコメントしたかと思いますが、サスペンションのレイアウトなども含めて一般的なスクーターと比べてもやはり私は重心が一段低いように感じます。その関係もあってですね、こういった一般道を運転しやすいんですよね。高速道路は速度が出ているので、それなりに安定性は上がっていくものだと思いますが、このモデルはですね、こういった一般道においてもその重心の低さを生かしてビシッと安定している。何が起こるかわからない一般道を走る上においてもですね、やはりこのように重心が低いというのも大きなメリットではないかと思います。ということで、高速道路、一般道両方とも混んでいるのでこんな形の締め方となりますが、今日はスズキのバーグマン 400ABS に試乗しました。それでは今回試乗したスズキバーグマン 400ABS の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2235mm、全幅は 765mm、全高は 1350mm、ホイールベースは 1580mm、最低地上高は 125mm、シート高は 755mm、装備重量は 218kg、タイヤサイズはフロントが 120/7015 インチ、リアが 150/7013 インチ、エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC 単気筒、ボアストロークは 81mm×77.6mm で、総排気量は 399cc、圧縮比は 10.6 で、最高出力は29馬力6300回転、最大トルクは 35Nm/4900 回転です。単気筒ながら2本のイリジウムプラグを持つデュアルスパーク仕様となっており、高い性能を実現しています。またオンオフ可能なトラクションコントロールを装備しています。変速方式は V ベルト式の CVT です。
メインフレームはカゴ状に組まれたパイプアンダーボーンで剛性感のある走りを実現。ステップフロアはフラットではありませんが広々とした設計になっており、足を出す部分を絞り込むことによって良好な足つき性を実現しています。フロントサスペンションは成立タイプのテレスコピックフロントフォーク、リアはリンク式のモノショックを採用したユニットスイング式となっています。フロントブレーキは油圧式のダブルディスクブレーキ、リアは油圧式のシングルディスクブレーキで、前後 ABS は標準装備、ワイヤー作動式のパーキングブレーキも搭載しています。運転席の眺めはご覧の通りです。メーターは豪華なアナログ式の2眼タイプ。中央部には液晶パネルによる情報表示部分があります。セキュリティ機能としてイモビライザーを採用したほか、キーシリンダーにはシャッターを装備。その左側には大型のパーキングブレーキレバーがあります。ハンドルの下、左右には小物入れがあり、右側には 12V の電源ソケットがあります。ウィンドスクリーンは大型に見えますが、高さは抑えられています。給油口はライダーの足の間にあり、シートを跳ね上げることなく給油が可能。燃料タンク容量は13リットルです。シート形状はご覧の通りで、ライダーズシートのバックレストは高さ調節が可能です。シート下ラゲッジスペースの容量は42リットルで、ヘルメットを1個から2個収納可能です。透過器類はウインカーを除き全て LED 化されています。